回の動画では SL 山口号に乗って新山口から津和野駅までやってきました。今回はその帰りで津和野から新山口まで同じく山口号に乗車します。津和野まではグリーン車で来ましたが、帰りは普通車指定席で帰ります。津和野駅16時12分発快速 SL 山口号に乗車します。津和野駅は昭和モード漂う、普段はとても閑散とした駅です。新山口からここまで来た SL 山口号の客車が津和野駅の構内に留置されていました。 SL 山口号の客車はレトロ感あふれるとても魅力的な車両でした。昭和にタイムスリップしたような津和野駅の駅構内でした。機関車に連れられて一度本線まで出た山口号が津和野駅ホームに入線してきました。進行方向が反対側なので SL に後押しされてバックで入線してきます。今日は一日中この車両を見ていますが、 SL はやはりとってもかっこいいです。新山口駅は途中停車駅での停車時間が短いため SL をゆっくり見ることができるのは出発の津和野駅と終点の新山口駅だけです。不意打ちの汽笛で少し驚きました。それでは車内に入っていきましょう。今回乗車したのは普通車指定席です。4人だけボックス席です。出発の時刻になりました。16時12分 SL 山口号は新山口へ向けて出発します。すべての停車駅を出発の際、汽笛を鳴らして出発の合図をしていました。乗車したのは2号車なので、機関車までが近く、煙が窓越しに見えていました。津和野の皆さんに見送られ SL 山口号は時刻通りに出発しました。お待たせをいたしました。今日は JR 西日本のSL 山口号新山口行きにご乗車くださいましてありがとうございます。この列車を牽引している機関車はレボ1の愛称で呼ばれています米51200号機です。当初は初期頃に使用された旧型客車をイメージします。最新の車内設備で世界的性とレトロ感を両立しています。津和野駅を出発してしばらくの間は山陰の小京都とも言われる江戸時代の面影を残す美しい城下町や歴史的な街並みの横を走り抜けていきます。記念のプレートは1号車と5号車の壁に取り付け、それでは終点新山口までおよそ63キロ、車高
後を流れるのどかな田園風景をご覧いただきながら、一時間の SL の旅をお楽しみください。機関車の煙が常に視界に見えていました。先頭のグリーン車の展望デッキに出れない理由がわかります。ここで車内をご紹介しましょう。なお、グリーン車、展望室、展望デッキの動画は諏訪の駅に乗車した際のものです。5号車には乗車記念のスタンプが置かれていました。こちらは普通車指定席の座席です。懐かしい4人掛けボックス席です。こちらは5号車です。普通車は5号車のみ座席の色が異なります。緑の座席に木の背もたれは戦前の車両を復刻しているそうです。5号車の後ろには展望デッキが備えられています。1号車のデッキよりも少しですが広かったです。こちらのデッキには誰でも出ることができます。室内には表示器があり、行き先や停車駅の案内が表示されていました。車椅子席は5号車にあり、こちらは5号車のトイレです。ドアの開閉はボタン操作ででき、ベビーチェア、おむつ交換台、ウォシュレットも装備された SL の車内のトイレとは思えない充実したトイレでした。それでいてタイル、ドアの形状など絶妙に当時を表現しており、素晴らしい仕上がりでした。一見古そうに見えますが、 SL 山口号のために2017年に新造された最新鋭の客車です。洗面も古く見えますが、センサーで水が出るタイプです。3号車にはフリースペースと売店がありました。こちらは記念撮影のコーナーでした。ご案内いたします。1号車がグリーン車指定席、 SL の動力の仕組みや当時の資料などを展示しているコーナーもあり、興味深い展示でした。車内ではフリー Wi-Fi も使用できますが、パスワードが SL 山口号運転開始の日付でした。山口号への愛が感じられます。こちらは山口号関連グッズ、地域食材などを販売している販売カウンターです。普通車は5号車以外どの車両もほぼ同じでした。直角の背もたれで今の車両にはない座り心地ですが、それが懐かしくもあり SL に乗っている実感でもありました。座席は古くレトロですが、各ボックスに一つコンセントがついています。カーテンはなく、窓の上から鎧戸を下ろすタイプです。ちょうど前方の方が下ろしておられました。こんな感じで下ろすことができます。天井の照明もレトロ調で当時を再現していますが、網棚上に間接照明が設置されており、明るくおしゃれでした。ここからは津和野駅で乗車したグリーン車の様子です。グリーン車の座席はとてもゆったりしていて、座り心地も最高でした。座席は2人掛けと1人掛けの席が並ぶ3列の座席配置でした。前後の間隔もとても広く、レトロな車内とも相まって、昔の汽車に乗っている感覚を存分に味わうことができました。1号車グリーン車には展望室と展望デッキが備えられています。展望室には
大型のソファーが置かれており、ゆっくり座って流れゆく山口線の景色を楽しむことができます。こちらはグリーン車の乗客が自由に利用することができます。津和野駅では何度かこちらを利用しましたが、とてもゆっくりすることができ、最高に快適でした。豪華なグリーン車、展望室、展望デッキを堪能した新山口から津和野までの動画を別動画で投稿していますので、チャンネル登録してご覧いただけたら嬉しいです。展望室はきっと混雑するのだろうと思っていましたが、グリーン車の乗客しか立ち入ることができないため、混雑することは少なく、のんびりすることができました。展望室の隣には展望デッキがあり、外に出ることができます。スペースはそんなに広くはありませんが、皆さん譲り合って利用していました。窓を開けると、レールの継ぎ目の音や踏切の音、風の音などがダイレクトに聞こえてきました。グリーン車を含め全ての車両の窓を開けることができ、自然の爽やかな風や機関車から漂う石炭の匂いを感じることができました。最近では窓の開かない車両がほとんどなので、これも SL 山口号の貴重な魅力だと思います。また、展望デッキからの景色は普段普通の列車からは見ることができないダイレクトな後方のパノラマ景色を見ることができます。さらに山口線は非電化で、景色もローカル線特有の田舎の景色が続き、後方展望も素晴らしい景色の連続でした。展望デッキからの後方の景色は架線などがないため、遮るものが何もなく雄大で素晴らしい景色でした。津和野駅を出発し、しばらくすると素晴らしい田園風景の中を通過します。この辺りは SL 山口号が運転を開始した昭和54年からほとんど変化することなく、昭和の原風景を今も見ることができます。山口線ではこのような素晴らしい風景を随所で見ることができます。しばらく素晴らしい車窓の風景をゆっくりと楽しみました。最初の停車駅、徳佐駅に到着しました。山口号は上りと下りで大きく所要時間が変わります。下りは2時間13分かかるのに対し、上りの新山口駅は1時間48分で到着します。これは津和野行きは勾配を上る地形が多い上、二保駅、治福駅で長時間停車するのに対し、新山口駅は逆に坂道を下る線形が多く、しかも二保、治福、両駅を通過します。このため上りの津和野駅は下りよりも25分も所要時間が短くなっています。 SL の旅をゆっくり楽しむには少しでも乗車時間の長い下りの津和野駅がおすすめです。
また今回偶然なのかは分かりませんが、午前の列車の方が駅や沿線での手を振ってくれている人たちが明らかに多かったように思いました。グリーン車の方が明らかに設備も良く人気もあります。実際今回乗車時も1ヶ月前にグリーン車の座席はすぐに売り切れていました。さらにグリーン車に乗車時は展望デッキに出ることができる津和野駅がこちらもおすすめです。津和野駅に乗車の際12分間停車し、ゆっくりと駅の外まで見学することができた慈福駅を通過しました。三谷駅に到着しました。この駅は運転停車のためドアは開かず降りることはできません。この駅では新山口発米子行き特急スーパーオキ6号と行き違いしました。スーパーオキ6号は16時17分に新山口を出発し、終点の米子には20時44分に到着します。長門橋到着の直前に撮影名所の鉄橋を渡ります。津和野駅に乗車の際はこちらでもたくさんの人がカメラを構えていましたが、この時間は誰もいませんでした。長門橋駅を出発後、道の駅の横を通過します。手を振ってくれている道の駅の方たちにサービスの汽笛をそれは長く鳴らしていました。篠目駅を出発しました。駅の構内には今は使われなくなった給水塔が立っています。こちらの給水塔は現在は使用することができませんが、 SL 全盛期時代にはこちらで給水が行われていました。今は使われなくなった給水塔の横を SL が走る、なんだか複雑な光景でした。同じくこの駅の構内には腕木式信号機も残されていました。次は山口に停まります。これから最初に入りますトンネルは山口線で一番長い田代トンネルで、長さは1897メートルあります。大正6年に開通した当時は日本で5本の指に入る長いトンネルだったと言われています。列車は海抜300メートルの田園地帯を後にして西の京山口へと向かいます。次の山口駅まで標高差250メートルを一気に下ります。次の停車駅は山口です。篠目駅を出発後、二保駅までの区間はとても山深い場所を走行します。この区間は山口線の中でも最も勾配の大きな区間が続きます。
新山口駅のこの列車は1000分の25という山口線最大の難所をゆっくりと慎重に下って行きます。難所を越えたのでしょうか、急に軽快な走りを見せていました。諏訪の駅では8分間停車し、坂を登る準備をしていた美保駅を通過しました。速度を落としてゆっくりと通過して行きます。沖縄で停車時間はわずかです。降りられるお客様以外はホームには出られないようにお願いします。山口を発車いたしますと、湯田温泉終点の新山口の順に停車をしたいと思います。まもなく山口駅に到着します。山口県の県庁所在地の最寄り駅です。ここまで津和野から新山口駅に乗車し戻ってきましたが、停車駅では停車時間が短いため降りることはできません。三谷駅では対向のため約3分停車しましたが、運転停車のためドアは開きませんでした。自福美保駅に長時間停車し、ゆっくりホームを見学できた津和野駅に比べ、ただ淡々と停車してはすぐ出発している印象がありました。湯田温泉を出発しました。出発前の長い汽笛が鳴り響いていました。次は終点の新山口です。この列車は SL 山口号新山口行きです。電車指定席の列車で乗車券の他に座席指定券が必要となります。お手持ちの指定席券を確かめの上お座りください。次の列車駅は終点の新山口です。18時ちょうどの到着となります。15年までは小郡駅と呼ばれていました。新幹線、海洋本線、山口線、宇部線が決まっており、山口県の交通の要衝となっていることから、小郡は古くから鉄道の街として栄えてまいりました。
新山口駅に到着しました。到着前に山口線の気動車の車庫の横を通過しました。諏訪の駅に乗車し、この横を通過したのがもう懐かしいです。沿線の地元の人たちに愛され、様々な場所で手を振って出迎えてくれていた山口線の SL 山口号。数少ない SL に乗車し、昭和の原風景を見ることができるとても貴重な列車だと思いました。前日に新山口駅に到着する様子を撮影しました。今ではこれも貴重な存在となった4人掛けボックス席もレトロ感があってとても良かったです。新山口駅に到着しました。大満足の SL 山口号通車指定席の旅でした。今回の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。旧型客車を再現したレトロな列車で昔の汽車旅を満喫できる SL 山口号乗車の際の参考になりましたら嬉しいです。今後も鉄道、旅行、ホテルの動画を投稿していきますので、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。コメントもいただけるととても嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。